経営者の仕事はもうどっちかなんでね、いい時と悪い時に思いっきり発揮されなきゃいけなくて、影響が出始める時に本当にやばいんだよ。あんまり良くないことが起きたりとかして崩壊に近づいちゃうかもしれないから。こんにちは。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、育成術、役に立つ内容をお話しています。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。モンさんお疲れ様です。今日はですね、崩壊寸前の職場に見られる危険な兆候というテーマに質問させていただきたいと思ってるんですけど、実際に僕が任せていただいている事務所はそんなに悪い兆候なさそうだなって今のところ思っていて、ただ過去、自社内もそうですし、モンジさんの知り合いの経営者さんたちのお仕事先で起きた出来事を踏まえて、こういう兆候出てきたら危ないぞっていうものがあったら教えていただきたいんですけど。結論、やっぱ業績じゃないですかね。兆候でしょ？業績だよね。笑っちゃうけど、業績が上がり続けてるってことは、そんなに悪い感じにはないわけよ。必ずやっぱ下がる時とか、または予算未達が連チャン続くとか、こういうことになってくると、やっぱ変えなきゃいけないって経営者もそうだし、幹部も思うわけでね。いろいろこう策を打ってきたりとか、手こ入れしていくわけじゃん。そこに歪みが発生して、ギクシャクしていくみたいな感じなんで、業績がやっぱり伸びてる時とか好調な時は大丈夫かな。ただ、経営者たちもそうだし、僕も実態として痛感したのは、経営者の仕事はもうどっちかなんでね、いい時と悪い時に思いっきり発揮されなきゃいけなくて、普通の時もそうなんだけど、俺らからすると普通はなくていいか悪いかしかないから、特にやっぱいい時はみんな油断しがちなんで、そこでやっぱ先を考えて手を打つのが本来経営者のやっぱやるべきことだなって今のフェーズだと思ってるんだよね。いい時に手を打てないと、やっぱ停滞する？逆に。今こう伸びてんだけど、だいたい今の結果って、サイズにもよるけど、2年前とか3年前にやってたことの結果が今。うちで言うと、今期の結果っていうのは2期ぐらい前に何やってたかで決まってる。前期とかちょっと伸びなかったのは、前期の2年ぐらい前とかに、やっぱり打つべきで打ってないんだよね。口の振り返るとね。だから伸びてないって話なんだね。今度、それが2年前にやるべきことやって、明確なうちが打ててないから、2年後にちょっと影響が出始めると。影響が出始めるときに本当にやばいんだよ。そうするとなんか変えようとするから、人事制度変えてみようかとか、組織ガラッと変えてみようとか、幹部変えてみようとか、これが視点でも同じじゃん。いい時はね、いい結果出てるんだから、このまま行きたいよね。だっていい結果出してるから。でも、ちょっと悪くなると、何かが悪いから変えなきゃいけないって言うじゃん。そうするといろいろ手こ入れし始めるでしょ。だからやっぱそういう風になってくるんですよね。兆候って言われたらやっぱり業績、ちゃんと見ておくべき。2年前に何やってたかとかっていうのを最低でも考えて、今出てる結果と照らし合わせてやる。もっと言うと1年前に何やったかなって見たら、次の年がある程度なんとなくどっちか予測できるわけ。打ててねえなと。なったらこの先落ちるよね。か、横ばいだよね。ってなった時に、来るぞって感じなわけ。それを分かったら、そこに対して対策をやっぱり打っていくっていうことをするべきなのかなと思うよね。兆候って言ったらとにかく業績で、もうちょっと遡ると、2年前に何やってたか。これは組織の大きさにもあるから、もしかしたら今のうちの視点だったら、十何人とかだから、社員がね。そうすると、1年前に何やってたか、半年前に何やってたかとかっていうのは重要かもしれない。何にも手を打ててなかったりとかすると、多分この先業績が横ばいか下がるから、そうなった時に多分いろいろやっぱり変化進化しなきゃいけないのは切羽詰まるんで、いろいろ変えようとしたりとか、なんかこうアクションをして、そのきしみで、歪みで退職者が出たりとか、あんまり良くないことが起きたりとかして、崩壊に近づいちゃうかもしれないから、兆候って言ったらそんな感じじゃないかな。ありがとうございます。うちの支店13人社員いるんですけど、採用と教育がすごい大事って分かってはいるんですけど、今はじゃあ業績出てるからあんま採用力入れずに教育の方に力入れてった方がいいですか？採用と教育は別のものでもありつつ、ある意味ニアリーなものでもあるから、A か B かの選択ではない。両方やる。ただ強いて力をかけるんだったら、今の状況だと育成じゃない。なんでかっていうと、出入りが激しい業界だから、結局いっぱい採用しても、辞めちゃったら意味ないわけじゃん。俺らは採用したわけじゃなくて、純増させたわけでしょ。で考えると、入った後に続けられるかどうかっていうところを、続ける可能性が高いということは何があるのかって考えると、うちでは結構関係の質とか人間性だよね。大事にしてたりとか、いろいろあるから、そういう意味では両方なんだけど、今のフェーズからするとどっちかっていうと育成一回力入れてもいいのかなと思うのね。だからどっちかに偏りすぎても、一時的に偏ることあったとしても、必ず反対が返ってくるから、それをうまくやっぱり今はこっちに力入れる、今はこっちに力入れる、でも両方やる。バランス取りを常にしていく感じだと思う。
そしたら、育成をする場合は自分が13人全員に接していけばいいんですかね。いや、だから上からだよ。基本的に育成したいと思ったら上からやんなきゃダメだよ。全員やる必要ないと思うね。全員やるときはもう1対何かで、だから研修とかはあるかもしれないけど、一人一人を13人やるって無理なんだよね。無理って言っちゃいけないけど、厳密に言うと、ちゃんと自分がマネジメントできる人数って、まあ10人いない説。すごいスーパーマンで10人ぐらいの説。みんなやってるわけ。限界。本当のマネジメントをする上で、一人が変えられる人数限界説でいくと、少ない人は5人っていうし、多い人は10人っていうし、20人っていう人は見たことない。自分がちゃんと1対1とかでちゃんとやるんだったら、それが人数に収めて、あとはそこから余波でやってもらうか、集合でやるか。これは育成っていうなんか飛び道具しかできないかな。地上戦の育成やるのはちゃんとその5人から10人ぐらいで自分ができる範囲。あとはもう空中戦でやるしかないから、集合研修とか、仕組みとかね。その5人から10人がちゃんとできていれば、必ずそこは下に伝播していくから。今打てる程度としたらそういうことを打っといたら、危険な兆候はなるべく防げると思うし。僕の思う悪い兆候、人間関係にあるんじゃないかなと思ってたんですけど、僕の見えないところでスタッフ同士が何かトラブルあったりした時ってどう対処していけばいいのかなって思うんですけど。それはね、あるよ。スタッフ同士がずっと仲いいってことは結構稀。こう考えるんだよね、俺はね。子供みたいなもんだと。兄弟だと。俺はお父さんでとかお母さんでとか、子供がメンバーでってなった時に、兄弟だったら仲いい時もあれば悪い時もあると。じゃあ喧嘩した時にどうやって対応するんだと。同じ家で喧嘩した時にってなった時に、やっぱね、結論ね、一つは対話させるしかないよね。そこで対処の仕方間違えると家出になるみたいな。あとは、多少時間も必要だよね。だからその対話と時間をうまく使って、要は最悪な事態にならないようにした方がいい。それだけかな。でも多少起こるもんだから、それは起こると想定して、起こったらそういうふうに対処する。で、最悪な事態だけ避けるみたいな感じ。人間関係は大事だって、分かったんですけど、業績を上げるためにもう一番インパクトのある具体的な行動とかってありますか？どの業績を指すかですけど、でも基本はやっぱ育成じゃない？地上戦の育成でしょ。他にも形を変えれば一気に売り上げ上がる可能性がありますよっていうのはあるけど、一気に上がるものは一気に下がる可能性もあるから、だから時間軸をどこに置くかだけど、基本的にはもうやっぱり今の時代もそうだし、うちみたいな業種もそうだけど、基本的にはやっぱり採用と育成ですよね。人事系っていうか人づくり系がなんだかんだ言いながら、そうさっき言ったように採用だと頑張れば短期的にボンと業績が上がる可能性あるし、でもやめたらバン下がるから、育成継続させること、パワー添えていかなきゃいけないし、採用と育成だけちゃんとできていれば、業績が右肩上がりになるんじゃないですかね。ありがとうございます。組織評価の手前ってやっぱり退職系じゃん。そうですね。従業員同士の揉め事とか、従業員の問題とか、退職とか、ひっくるめてそうだから、それはそれで起こっちゃったら、辞めるイコール悪いことじゃないっていう風に認識して、今までやってきたな。もちろんそうならないように頑張るんだけど、そうなっちゃったら、別に辞めること自体が悪いことじゃないし、変化進化の時だなってあると捉えて、そこからでも対応してるんじゃない？モンジさんの思う最悪なケースあったら聞きたいんですけど、最悪なケース、もう今これ起きたら終わりだっていう。会社でってこと？会社で起きたら。例えばなんかある？僕からすると、モンジさんが病で倒れたら大丈夫かなと思っちゃうんですけど。意外と大丈夫だよね。大丈夫ですかね。3年倒れたら、今まだちょっとその体制できてないけど。はい。でも別に普通に続くは続くんじゃない？業績は微妙になる可能性はなくはないけど。構造的なところはある程度できてるから、はい。構造的なことは形上できてるんだけど、メンテナンスみたいなのが多分弱くなるんだよね。俺ほらうるさいじゃん、細かいし。はいとは言いづらいですけど、はい。だからやっぱりなんだろうな、こう、論理としてちゃんとできていれば絶対回るはずだっていうのに、やっぱ人間は感情の生き物だから、感情が入るわけよ。はい。感情をやっぱりこう、刺激し続けないと、理論もうまく回んないんだよね。感情を刺激続けるっていう意味で、やっぱり創業者であり、社長であり、今までやってきた実績からしても、私の存在は会社にとってはやっぱ大きいかもしれないけど、それを担う人が出てきたりとか、それを補完してくる人たちができてきたりとかすると、意外と大丈夫だと思うよ。でも僕が病になって会社の業績が起きて潰れるぐらいだったら、所詮そんな会社だからしょうがないよ。はい。もし倒れても倒さないように頑張ります。はい。そんな感じですかね。ありがとうございます。はい。皆様からいただくいいねやコメントはいつも見ていて励みになっています。この動画が気に入った方はぜひいいねやコメントをお願いいたします。